んや。タブー的なところあるんですよ。で、誰しもができないこと、人を育てて輩出することで、自分から与えることでちゃんと返ってくるんだなみたいな。ファンと向き合えるというか、神戸を感じに来たい人たち、ハイカラな都市って言われてたんですよ。東京に次ぐ時代って多分あったっぽいんですけど、それは震災で消え去ったってよく言われるんですよ。震災中にもかかわらず食べ物をずっと探してるみたいな。良くない文化として残るのはパン屋も洋食屋も一緒なんですよ。廃れていくんですよ。だからあえて洋食っていう広いコンテンツでやって、洋食好きがひっくり返ることやろうって。しようかなって。可愛いですよね。ここのベイクのパンを見て、パン屋さんってかっこいいなって。めっちゃ楽しいです。もうなんかやればやるほどどんどんハマっていく感じですね。あとこうなんかシンプルにこう生地をこう発酵とかこう見てたら可愛いなって。独立ですね。独立将来的にしたくて、本当独立願望はそんななかったんですけど、なんか本気で将来のことを考えた時に、友達とか好きな人たちがこうゆっくりできる居場所をなんか自分が作れたらなと思って、でそういうところで美味しいパンをみんなに提供できたらっていう。今4年目ですね。まだ経験ないです。もともと工場で普通に自動車関係で働いてて、自分に合わなくて、いろいろ飲食とかもやったりして、パンやらせていただいて、そこからパンにハマったって感じですね。でもパンはやっぱりいろいろ発酵とかもあります。その生地の状態もやっぱ毎日違いますし、しっかりなんかパンと向き合えるというか面白いなと思って。やっぱベイクはでかくドーンと。
考えてますので、まあそのお店作りだったり、そういったまあ経営面は今ちょっと、まあ、仕事しながら教えていただいてます。そうですね、オーナーのがすごい応援してくれてるので、まあなんか気持ちよく独立できるかなって。はい、お願いします。そう、美味しいパンを焼くのがパン屋さんなので、それ当然じゃないですか。でも僕レストランとかしてる中でサンドイッチとか食べるときに美味しいパンでサンドイッチ作ってもなんか美味しくないんですよ。ハンバーガーを食べるときってパン美味しくない方が美味しいんですよ。その肉感があるものに美味しいパンってなんか負けちゃうんですよね、その味に。繋がってない、温度が低い状態で氷を入れてどんどん低い温度からこの摩擦の熱で揚げていく。で、まあ、食中パンをずっと作りたかったんで、美味しすぎるパンじゃダメだなと思って、なんかそんなに美味しくないパン作ろうと思ったんですよでも酵母臭の強いパンの方がその強い味の肉とかソースに絶対合うんですよね。その食中パンを自分で作ろうって思ったのが初めのきっかけで、そこでじゃあやろっかいつかって言ってたら、なんかその半年後ぐらいに隣が空いて、できるぞこれみたいなってなって、パン屋やろっかなんで始めた。そこからフランスに行って、フランスのクロワッサンってめっちゃうまかったんですよ。日本で食べる数倍うまかったんですよ。で、なんでってなったんですよ。何がそんなに違うみたいなってなったら、まあもちろん材料も違うんですけど、圧倒的な違いがサイズやったんですよ。シェフの女の子にでっかいクロワッサンしてほしいって言って、もうここだけは譲れないって言って大きいクロワッサンを焼いてもらって、もうじゃあこれでいこう。あとまあ他にないパン屋さんでは絶対できないパンを開発しようっていうので、こんなでっかいうちの得意なソーセージの入ったパン、ただのソーセージじゃなくて絶対他のパン屋さんにないソーセージ。そうですね、出身は、神戸市なんですけど、神戸で生まれ育って、震災がやっぱ、ターニングポイントになるんですけど、小学校1年生の時で割とひどめなところで被災したんですけど、僕はもうとりあえずその時からもう腹ペコ小僧だったんで、被災中にもかかわらず食べ物をずっと探してるみたいな。まあその時結構人に助けられたっていうのはあるんですよね。でそこから専門行ってレストランに行って、そこの師匠がやっぱりだいぶ存在としては大きくて、いやとりあえず師匠に一番初めに出会った時に嘘をついたんですよ。速攻バレて、嘘が。で5年間ぐらい嘘つき呼ばわりされてたんですよ、その1回の嘘が。自分は常になんか悲劇のヒロインぐらいに思ってたんですよ。なんで自分だけこんな仕事が多いんだろう。で誰も助けてくれない。ある日そのシェフがまず自分からやらないと相手には絶対してもらえないよみたいな、それぐらいシンプルなことですだよみたいな、人付き合いっていうのを教えてもらって、自分のできること
で時間と労力をその人たちに向けようと思って考え方をガラッと変えたんですよ。気づいたら荒岩さんが困ったことないみたいな、なんであんたのためにやらなあかんねんって言われてたのに、それが変わったっていうのは割と人生の中でこう気づきがあった。こうやって人に自分から与えることでちゃんと返ってくるんだなみたいな。そこから割とお金と時間と労力はその人のために優先をするって決めたんですよ、その時に。僕はそうですね、それはなんか一番あるね、やっぱ気持ち的には。お店出すってなったら、その自分のレシピで自分が美味しいと思ったパンを作って、それがお客さんがどう評価してくれるのかっていうのがすごい楽しみでもあります。もう試作とかは何でもやっていいって試作してみんなに食べてもらって、自分の技術を高めていってっていう雰囲気です。何でもやらせてくれるんで、こんなことがしたい、将来独立がしたいみたいな。でそれって飲食店において結構なんかこうタブー的なところあるんですよ。だから独立するとなんか仲違いしてなんかライバルで刺激し合うんじゃないか、それはそれでいいんですけど、なんかそれ全力で応援してるのって思ったんですよ。人を育てるのってめちゃくちゃめんどくさいですよ。一人でやってるってめっちゃ楽じゃないですか。大変なことだし、で誰しもができないこと、それを一旦置いといて、その育てることをうちの会社は理念に掲げようと思って。ほんまや、ほんまや。マジでおいしい。もうやる気があれば。やる気があればでいいよ。なかったらもう全然。楽しいやん。めっちゃ楽しいですよ。この町で震災あって助けてもらって、ね、それまでの神戸ってハイカラな都市って言われてたんですよ。東京に次ぐぐらいの町やぐらいな時代って多分あったっぽいんですけど、僕らそれ知らないんですよね。それは震災で消え去ったってよく言われるんですよ、年上の方たちに。どこに何を置くかはまだ決めてなくて。町の火種になれればみんな燃えていくんちゃうかで、じゃあその人を育てて配置することで町が育っていきますよねっていうストーリーがそこでできるわけです。でそれを軸に選択をする。これで OK ですか？あ、オッケー。はい。よいしょ。
今また来たんですよ。ブームがすごいですね。これ1時。大丸って一番あれ。このままでも美味しいんですけど、両面フライパンで焼くかトーストしていただきますので、よろしくいただきます。信じだけはいいから。パン屋さんやりたくて、で実践してみて、どんどん具体化していきたいなっていう感じです。もともと香川で専門学校通ってて、でパン作るの楽しくて授業の中の、それでベイクさんを知って神戸で、それで入社したっていう感じです。僕はどっちかっていうと神戸イコールみたいなところがあるじゃないですか。この辺の方たちは神戸といえばベイクがあるよって自慢できるようなお店で、それを知った県外の方たちが神戸を感じに来るパン屋さん。洋食パリスって言って系列店なんですけど、近くで洋食屋さんもやってて、系列店のギャツビーっていうところでして、でメンバー制の、バーとレストランをやってます。
レタスと、これがパスタラミ、こちらパスタラミ。めっちゃおしゃれみたいなパン屋さんって感じはあんまなんかしない異国感だからあえて洋食っていう広いコンテンツでやって、もう洋食好きがひっくり返ることやろう。やっぱり流行るじゃないですか。じゃあ流行ると価格競争が始まるんですよ。安い方にやっぱ傾いてっちゃうんですよね。お酒に合いますお酒が進みますで次に迎えるのが大量生産です。安定供給できるものでそれなりに美味しいものを供給するじゃないですか。そしたら化学製品とかが入ってくるんですね、皆さんとか。じゃあ職人もそっちに合わせざるを得ないですよ。じゃないと潰れちゃうから。じゃあそのもともとあったいい文化っていうのはどんどん廃れていって、その文化として残るんですけど、でも良くない文化として残るのはパン屋も洋食屋も一緒なんですよ。廃れていくんですよ。だからどうにかしないとダメなんじゃないっていう定義をしてるっていうのはあります。だからあえて洋食っていう広いコンテンツでやって、もう洋食好きがひっくり返ることやろう。美味しい。酒パン買ったんですよ。で夜もやってはるって聞いてやってきました。でもいいけど一緒。じゃあチート日だからね。チートです。キャベツ決まった感じじゃなくてお客さんに委ねられて好きな感じで飲めるのがすごい。前しかなかったらハードル高いし、この人いつもビールとチーズバーガーなんです。まだ若い。めちゃくちゃ美味しい。